私は今ネパールのカトマンズ空港におります。昨日成田空港を出発して、そこからバンコクで乗り継いで今カトマンズに着きました。で今日からの旅のプランなんですが、とりあえず5月10日に友達の結婚式があるので、それまでに帰国、そういうことしか決まっておりません。皆さんこんにちは、はるなです。今日はナレーションから失礼します。今回はネパールで過ごした3週間の旅をまるっと Vlog にまとめてみました。旅のきっかけは2つあります。一つは友人がエベレスト登頂にチャレンジするということで、どうしても応援に行きたかったこと。そしてもう一つはお兄さんが一昨年ネパールを旅して人生で感動した景色の一つだったと話してくれたこと。それを私も自分の目で見てみたくなったんです。今回は首都カトマンズに数日滞在した後、エベレスト街道を14日間かけてトレッキング、またカトマンズに戻ってくるという日程で旅をしました。道中ではローカルな街やマーケット、そして山小屋にも泊まりながらネパールの空気、文化、人との出会いをじっくり味わってきました。それではちょっと旅の始まりに戻ってみましょう。カトマンズ編スタートです。トランジットが9時間ぐらいあったので、急遽ミラクルホテルに来ました。めっちゃ面白いのが空港ビュー、空港が見えます。でちゃんとシャワーとトイレと洗面台があります。では明日に備えて寝ます。おやすみなさい。それではこれからネパールに向かいます。カトマンズまであと何分ぐらい？カトマンズまで40分ぐらい50分ぐらい。あ、半分なんだ。窓の外にヒマラヤ山脈が見えました。光発電かな、なんかピカピカ光ってるの。太陽光発電見てピカ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 って。あれだね、空気はちょっとあれだね、PM 系だね。そうだね、覚えのある。しかもめっちゃあれなんだね、都心に着陸なんだね。上手なのしかしわかんない。上手ね。滑らかでした。ネパール空港に、これ何？ライバルのビザやんないけど。私たちアライバル用のビザを取ってきてないので、ここで並んで今やります。結構現地で調達する人多そうで、今ビザ
茶の発行が終わりました。パソコンでピピピってやるだけの簡単なやつです。でツアリストビザ30日で、50でこれを発行っていうか一応写真とかを撮って、申請をしたよっていうマークをしたらこの長蛇の列に並んで奥の看板、ビザフィーコレクターカウンターっていうのがあるので、あそこでお支払いをします。突如カウンターが5列になりまして、急にスピードアップ。短くなったね。そう、これが This is ネパールスタイルです。初めてネパールのお金見ました。ルピー？ネパールルピー？エベレスト書いてある。で、1ルピー 1.1 円で、マジ？地球の歩き方で見たけど、本日のレート1ルピーは 1.10 円。変わってないんだ。今イミグレーションホームを撮影したものを見せました。でここの支払いは1人50ドルなんだけど、日本円でも OK。 日本円でもドルでも結構どこの金でもいける。Money How much should I pay in Nepali? 3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、なくなっちゃった。2、3、4、5、6。ネパールだと1000ルピーを14枚でも1万3000円。英語で50ドルだから、1万3000円。OK、Thank you。入国した後にもう一回手荷物受け取る前にゴールドチェックがありました。残念ながら私たちは金を持ってませんのであればよかった。あればよかった。余裕で通れちゃうなんか寂しそうに壁に沿って丁寧に置かれてました。よかった。行きましょう。ナマステジャパン。こんにちは。こんにちは。Which hotel? どこのホテル？アナンタホーム。アナンタホーム。アナンタホームやらない？ First time here? No, many times. Many times. Very nice.プリペイドタクシーのチケットはこんな感じで、買うときになんか別のツアーの予約までさせられそうになったんですけど、とりあえず今じゃないし、なんかお兄さんが前回来た時そんな値段じゃなかった値段で2倍の値段で提案されて、しかもYes, prepaid taxi. Yes。最初3倍で2倍まで下がって、2人分の値段だよなって聞いて、1人だよそしたらもうちょっとまた値段下げてきたけど、それでもまだ2倍するからさて空港からカトマンズの街に向かいます。もういきなりね、値段の交渉合戦でタクシーももうタクシーが来てるのにどこのホテルだって聞かれたり、ちょっといきなり疲れましたけど、強く生きていこうと思います。チェンマイでお世話になっていたおなじみの IQ エアビジュアルは122、敏感な方の健康に良くない。まあマシです。今夜の宿があるタメル地区は世界中の旅人が集まる旅の拠点として知られるエリア。伝統的な建物とヒマラヤ登山文化が交差するこの街には、ゲストハウス、レストラン、カフェ、アウトドア用品店、旅行代理店など何でも揃っていて、ネパールの旅を始めるにはぴったりの場所です。すごいね。ちょっとタイのさぽい衣装もあるね。このさ、この高いやん。いいね。さ、何教のなんだ？このポーズがダブ？こういうやつ。それがダブなの？
だからお坊さんがダブしてんのが確かにいいね。可愛いお坊さんなのに、ダブ。ナマステー、ナマステー。いいですか？うわー、すごい素敵。靴で OK？ 靴で OK？ バルコニーもあるからね、自分のバルコニーあるから。あ、ありがとうございます。バルコニーからガーデンにあ、いるね。バルコニーもあるんだ。開ける。開けていいかな。すごいいいね。バルコニー高いね。5階だけど高い。はい、ナマステ。いい宿だ。めちゃめちゃいい宿だった。向けその言う通りにしてる。実はネパールに今回来たのは、そのお兄さんが前回ネパール来た時にトレッキング中に出会った15歳当時14歳の男の子がいるんですけど、その子とお友達になって、で今回その子がエベレストチャレンジするので、その応援に来たんだよね。そのお友達の、おじさんだったね。おじさんが経営してるホテルを紹介してくれて。ジンジャー入ってるの珍しいね。ジンジャー苦手だもんね。これ高山病にもいいんだよ。あ、そうなんだ。おかわり自由だそうです。落ちる。結構あれなんだ。ねっとり系の。少し早めの夕食に選んだのはネパール名物のモモ。モモっていうのはネパール風の蒸し餃子みたいなもので、野菜やお肉がギュッと包まれた一品です。いろんな種類があるんですが、このお店では日本では珍しいバッファロー肉のモモが出てきました。いただきます。いいよ。初モモ。いいよね。なんだこのパクチー以外の香辛料がめっちゃ美味しい。酸っぱい。パクチー入ってるけど食べれる。中の味が美味しい。お肉の。今日はまずタメル地区でお買い物。登山グッズ、高山病の薬、水をきれいにするための薬を揃えます。スポーツ。前回ここでいろいろ買った。なんか値札ついてない店が多いんだけど、ここ値札全部ついてくれてて、なんか交渉しなくていいから楽でいいな。なるほどね。値札ついてなかったわ。ついてないんかい。ついてるよ。あ、ついてるね。ただ。何語かわかんなかった。リュベンレン。ジャパン。そう今中国語で話しかけて。Thank you。おはようございます。おはようございます。先生。500になってる？このサイズでいいのかな？なんか好きな色あったら何でもいいんじゃん。これかわいい。本当かわいい。かわいいね。このデザインだけで選ぶとすればブルー。This is original one color. あ、これも？Original. Is this original too? Yeah. This is also original. This is also this is one price. Very good brand. Japan is Japan. I in their Disney Sea. Disney? Wow. How was it? サングラスとボトルを買いまして、1600ルピー。1600。ネパールルピー。つまりは1600円。1600円。
Okay. Okay. How many should I take? That's if you want to take for the prevention, you start just one a day, half in the morning, half in the evening. Yes? Half in the morning, half. Yes. Okay. Otherwise, if you get a problem, then you have to take 2 a day, one morning and one evening. Sure. So yeah. ウォーターのやつ。Oh. 3 packs. Just you put in the 1 liter of water, 1 pills, then wait a half an hour. Okay. に矢印が書いてあって、あ、なんか右側の肩を向けて回るんだよね。そう必ず時計回りに。はい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 。それは不浄の手だから左手が。ああ、そういうこと。ね。なるほど。地球の歩き方的に。なんかここはさ、急に登山系からさ、ファッション系になったね、街が。このね。なんかタイより外で売ってる。でもさ、野菜似てるよね、日本と。ゴーヤもあるし、すごいスパイスがめっちゃある。コーンもあるし、これとか山椒だよね。ああ、これ山椒だね。うんね。で豆と山椒。すごいな。ね、ここはさ、何エリア？タメル。タメル？ちょっとね、鳩が多いんで装備を変えました。よし。じゃあお願いします。はい。思ったより多くなかった。もっといるよね。でもこういうのがあることによってもう鳩が来ても大丈夫。オッケー、クリア。急にサリーの人増えたことない？この街。ミルク美味しいね。あ、美味しい。ナッティーで美味しいんだよね、ここ。ここ窓からめっちゃ景色が良くて、こんな感じでこの広場の様子が見ながらゆっくりお茶できるのがいいなって。じゃあウテセレストランバーに来ました。ここはチベット料理が食べれるお店です。今3時なんで、多分これが私たちの今日のラストご飯になると思うんですけど、チベット鍋が食べれるお店みたいです。楽しみです。乾杯。乾杯。ロゴが。俺が好きな。チベットの伝統鍋ヤコップ。ぐつぐつ煮込まれた薬膳スープにはお肉に野菜、春雨までたっぷり入っていて、まさにごちそう鍋です。わかるかなです。肉団子だ。そう。
なんか意外と入ってるね、いっぱい。いただきます。豆腐嬉しいね。おいしい。あ、あれが入ってるね。山椒。山椒のいい香りがする。本当？美味しい。豆腐は固めでいいね。美味しいよね。多分今まで何もこういう味食べたことない。カトマンズでの滞在も今日が最後。明日から始まるエベレスト街道トレッキングに備えてパッキングや換金をしつつ観光グルメも楽しみきります。マスタング王国っていうところのワインを頼みました。すごい果実感強い。なんだろう。梅干しだね。初めてだね。なんか山桃っぽい。山桃っていう果物があるんだけど、果物。すごいあれ。表現が正しいのか分かんないけど、マクドナルドのチキンナゲットのバーベキューソースみたいじゃない？後味が。分かるかもね。じゃあそれ水で薄めて。自家製で。そうなんだ。すごーい。昔3つの王宮都市が3つあったのかな。カトマンズ、パタン、バクタプルってあったんだけど、そのうちのパタン一つかのダルバール広場、王宮庭園っていうのかな。はいはいはい、なるほどね。めっちゃ混んでたね、渋滞で。でもそっか、じゃあ昨日のところと結構変わんないんだ。そうだ、似てるね。行ってみましょうか、ちょっと。前回ポカラって書いてあるやつ。書いてありました。ポカラだと今はポカラないか。サランコとただこれ、サランコとかこれポカラなんですけど、シナモン。ただライトローストとスペシャリティでめちゃめちゃフルーツ。希少なやつ。明日4時にね出なきゃいけないので、ちょっと急いで食べてパッキングして、でもビールも頼んじゃったけどビールも頼んじゃった1ボトルずつ720ずつめっちゃ飲むやん頼んじゃったけど、まあ頑張りましょう。कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा। कोई तो है खुदा जिसकी रज़ा से हो तुम मेरे जीने की वजह। ढूंढा था अब तक बस 2 पल का चैन, तुम्हारे आने से है बेहद सुकून। चाहत हुई है तुमसे यूं बेइंतहा,
बस है तुम्हारा ही हर वक्त जुनून। कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा। कोई तो है खुदा जिसकी